こんにちは、特急便です。2023年10月23日、月曜日、10時23分頃です。これから始めます。昨日は日曜日なのにたった3件。先週もたった4件だったかな。でも、なんとなくちょっと僕の理論に自信を深めました。東京とかでやってる時はね、町田でもそうでしたけど、当時の町田は東京の飛び地ですね。狭いエリアだったんですけども、そこでもね、多少暇な日でもちょこちょこなっちゃうんですよね。だから、どうしてなってるか、どうしてならないか、あんまりよくわからないんですけども、ここまでね、地方に行きますと、全然ならないときはほんとならないんですよね。で、なったとき、どうしてなったのか、考察しやすくなります。他のことが全然入ってこないのでね。やっぱりね、足跡理論っていうのは、間違いではないなと思いました。昨日広めに回ったんですけども、東京で言えば、銀座で始めて、中野まで流して、中野からまた銀座に帰って、ならなかったみたいな感じです。で、自分のいつもいるところでならなかったから、ちょっと流してみたんですけど、そこでは全然なりません。で、やっぱり、自分のいつもいる場所に帰ってきて、鳴りポイントで一つ目鳴らしました。で、そこの到着地は、やっぱり自分のいつも、足跡をつけてる、休憩所の近くです。で、その次は、よく行くところでしたけども、自分の待機しているところではありませんでした。で、3軒目はやっぱり自分の待機しているところの近くです。足跡はやっぱりあると思います。時々ご批判を受けますけどね、そんな関係ないってご批判受けますけども、もし足跡がなければ、足跡理論がなければ、平均的になってないとおかしいでしょ。で、どうしてもね、ムラがありますから、足跡はやっぱりあると思います。あと質問できました。ケチャップください。コメント。皆さんどうしてますか？注文者がね、レストランへの要望欄がないときに、配達員欄に、ケチャップ何個くださいとか、お箸くださいとか、生姜くださいとか書くんですよね。それは、スワイプしてから、出発してから見れるから、困るわけですね。配達員としてはね。で、今の考え方としては、レストランと相談して、レストランが対応してくれるようだったら、やってもいいし、無視してもいいということです。で、昔はね、ちょっとそれが曖昧で、生姜5つください。で、お店に言ってもらったんですよ。生姜10個ください。箸10膳ください。ケチャップ10個ください。も出てきて、それで今度、レストラン側から、クレームがあって、そこまで対応できないと。その程度だったらまだいい、わかるような気がするじゃないですか。わかんないけど、わかるような気がするけど、例えば、牛丼でね、チーズ、増しでお願いしますとかね、何々トッピングお願いします。もうコメントで無料でね、やろうとする人も出てきたわけですよね。で、さすがにね、ウーバーの運営も動きました。原則、禁止でいいですよと。無視していいですよと。で、もしお店の誠意でやってくださったらそれでもいいけど、やんなくてもいいですよ。っていうことです。今のルールとしてはね。それでケチャップの件で、ちょっと北九州の配達員さんですけども、ケチャップ1個でも要求されたら、サポートに連絡して、全部配達後キャンセルにするっていう配達員さんがいます。その理由は、不当な要求をされたから。なんだって。で、ただ、そこまですると、やりすぎじゃないかなと、僕は思う。自分が行きたくなければ、配達後キャンセルすることは可能ですけども、それはちょっとなと思います。ちなみにですが、赤手心配な方で、配達後キャンセル全然しないって方、多分おられますよね。1ヶ月に1回ぐらいだったら大丈夫です。自転車が壊れたとか、バイクが壊れたとか、そういう時に、使っちゃってもいいです。もし自転車が壊れて、手で運んでいける範囲だったらそのまま行ってもいいけど、タクシー使わなきゃいけないとか、なると、ちょっとお金もかかるし、面倒ですよね。それから、厳密に言うと、あの、車両運搬具を変更して持っていくのは、規約違反です。でもサポートもそこまで言わないですけどね。持って行ってください。持って行ってくださってありがとうございますって終わっちゃうけど、
厳密に言うと違反です。そこで終わらせなきゃいけない。ということになります。ですので、もし、運搬具が故障してしまった場合は、配達後キャンセルで、今、ボタンじゃなくて、チャットだと思いますけど、それやってもらってもいいですよ。どうして1ヶ月に1回ぐらいだったら大丈夫かという根拠ですけども、以前の98%、98%の時のゴールドパートナーの条件があります。その時に、配達後キャンセルは3ヶ月で5回以内という条件がありました。ですから、1ヶ月に 1.5 ぐらいは許容されるって考えですね。そのぐらいの、なんか事故とか、故障とかあり得るだろうと、本部で見てくれてるわけです。ですので、その程度の、頻度で出す分には問題ない。ただ僕もね、使わないですけどね。パンクしても、そのまま歩いて届けて行っちゃうかな。近くだったらね。なるべく使わないようにはしてます。ただ、使っても問題ないです。近景公園待機です。伊藤津待機です。公園でずっと待機してると、地球の自転を感じますね。さっきまでさっき映ったベンチが日陰だったんですけどね、もう暑くなっちゃいました。要するに、ずっと鳴ってないということです。鳴らない公園待機です。ガストでお昼ご飯をお腹いっぱいにいただきました。ここまでオンラインにしてから7時間、全く鳴っていません。皆さんはこういう時に、シミに近づいたり、またはそこから離れたり、鳴りポイントを研究してそこに行ったり、人のいないところを研究してそこに行ったり、バイクさんだったらどんどん流したり、自転車でも流してもいいかもしれないけど、それともランチに強い店、ディナーに強い店、ドリンクに強い店考えて、時間帯ごとお店を待機する位置を変えたり、自動施設でも自動で30分ならなかったらちゃんと移動したりとか、いろいろ考えてますか？ちゃんと。それ考えてもほとんど無駄です。多少なるかもしれないけど、その時にね、長い目で考えていくとほとんど無駄です。なりに影響するのは多分積算時間だけで、時間やればほぼ大体、足跡がつきますから、それでなりが決まります。あとは早い人の方がなりやすいとか、遅い人はなりにくいとか、それだけ多分。今日1軒目行きます。ちょっと暇なんで 7.2 キロ、山王ローソンっていうところに行きます。ドロップ終了3時です。いつもの公園待機です。さっきあんまりにも暇だから1軒行ったんですけど、59分かかっちゃった。1本だけで。でもうだいぶ消費しちゃったんで、ならないかな、もう。戸端の一枝ってところで、なって、八幡東区の、アウトレットの近く取りに行って、それで同じ八幡東区の、清田の裏側あたりなんですけどね、取らん方が良かったかな。あんまり暇なんで取っちゃったんだけど、一応9時まで待機して終わりにしました。ほとんどYouTube とか見てただけ、どうする家康見てただけ、それで終わっちゃいました。で、1本運転時間長くかかりすぎたんで、その後は入りませんでした。運転時間利用率が 9% で、昨日の日曜日と全く同じ。たまたまならなかったのか、やっぱりこのぐらいが標準なのか、データが1件だけで少なすぎてわからないです。明日以降やってみないとわかりません。ではまた明日。ブー。さよなら。